こんにちは、あおいです。今日は豚肉のごま照り焼きをご紹介していきます。豚肉料理って噛み切りにくいので、お子様が食べにくい料理の一つになります。そんな食べにくい食材を保育園ではオーブンと小麦粉を使ってふんわりと仕上げていきます。特に時間がない時にもおすすめのレシピです。それでは早速作っていきましょう。保育園管理教師葵の給食室。今日は豚肉のごま照り焼きです。まずはお肉に下味をつけていきます。で、保育園では豚もも肉を使用します。豚もも肉は油分が少なくてお肉が柔らかいというのと、あとは比較的低価格で購入できるので、保育園では豚もも肉を使用します。で、だいたいお肉屋さんで納品する際は2センチ幅ぐらいに切っていただいてます。なのでご家庭で作る際もだいたい2センチ幅ぐらいでカットしていきましょう。で、今日はここにまずお醤油と全部の材料をまず合わせてからお肉に入れていきます。お醤油の醤油の中にみりんを入れますと、あと今日はここにお砂糖も入れていきます。全部の調味料をよくかき混ぜてここに入れていきましょう。で、ご家庭で作るときは量が少ないので今の調味料合わせないで、もう醤油、みりん、お砂糖ってここに順番に入れていただいて大丈夫なんですけど、保育園でやる場合もっと量がたくさんありますので、味ムラができないように最初に全部を混ぜ合わせてから入れていくっていうやり方をしています。そしたらこれはよく揉み込みます。この状態で15分間漬け込んでおきましょう。で、その間にオーブンを200度に予熱していきます。下味つけてから15分経ちました。そしたら今日はここに小麦粉と黒ごまを和えていきます。最初に小麦粉の中に黒ごまを入れていきます。軽くこれを混ぜておいてからこの中に入れていきます。で、あとはこれをしっかりと揉み込んでいきます。で、お肉が小麦粉を入れると固まって混ぜにくいんですけど、途中でほぐしながらしっかりと中の方にもまんべんなく小麦粉をつけていきます。今日のレシピの最大のポイントは小麦粉をつけてオーブンで焼くということです。お肉に小麦粉をつけて焼くことでお肉の旨味とか油分が逃げ出さなくなりますので、ふんわりと仕上げることができます。さらにオーブンで焼くことによって表面と中が均等に加熱されていきますので、表面だけが焼きすぎてしまうっていうことがありません。豚肉料理ってなかなかお子様が噛み切りにくくて食べにくいものになるんですけど、その2つを守っていただければとってもふんわりと柔らかく仕上げることができます。オーブンの天板にクッキングシートを引いてここに油を引いていきます。そしたらこれを軽く鳴らします。で、先ほどのこの豚肉を並べて焼いていきましょう。で、この時に塊ができてしまうと中の方が火が通りにくいので、なるべく平らにして焼いていきます。このレシピは簡単すぎて葵の給食室史上最速かもしれない。本当に簡単。なるべく均等に平らに広げたらこれをオーブンで焼いていきます。こんな感じでお肉が焼けました。表面が硬すぎてもお子様が食べにくいので焼きすぎに注意です。で、一番最後に大事なポイントがあります。今この状態だとお肉同士がくっついてますので、この1枚になってるんですね。これをこのまま提供してしまうと硬くってお子様が食べにくいので、必ずこれを手でほぐします。以前この形のままハサミでカットして出したらもう全然お子様が食べられなくて、そこからほぐすようにしました。これ焼いたばっかりだとこのゴム手袋してもだいぶ熱いんですね。なのでこれを手でこうやってほぐしていくときはゴム手袋の下に軍手をします。軍手をしてからゴム手袋をしてこれをほぐしていくと手まで熱さがたどり着かないのでおすすめです。葵の給食室。給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで。それでは皆さんご一緒にいただきます。いい匂い、香ばしい。
柔らかい、美味しい。ご飯が欲しい。白米で食べたい。薄味なんですけど、この甘じょっぱい味付けと、あとごまの香ばしい風味が香ってきて、すごく美味しいです。で、豚肉をしっかりと小麦粉をつけてオーブンで焼いたので、かなりふんわり仕上がってます。今手でほぐしただけだと、まだ 1,2 歳児のお子さんは少し食べにくいので、ここからさらにハサミでカットして細かくして提供しています。このレシピは簡単なんですけど、とっても柔らかく美味しく仕上がりますので、お弁当レシピとしてもおすすめです。葵の給食室の中で最速のこのレシピ、ぜひ作ってみてください。焼きすぎてしまう可能性もあるので給食嬉しいな。なんか外れてるのが逃げ出さずになりますので、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録、それからチャンネル登録をするとベルマークボタンが出てきますので、ベルマークを押してぜひ最新動画の通知も受け取ってください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。